仕込みって何？私が目論んだことだとでも言うの？こんなの全部計算づくでできるわけないじゃん。神様でもあるまいし。稍微摄入其中吗？只是稍微吗？そうだね。一个站在高处，一个站在低处。アイディアももらってることだし、特別だよ。俺のアイディア？そう。今勝ちの炎上を利用して、アクアがアカネちゃんを取り込んで自分を売り込んだ手法。我真的会心疼阿卡德，好吗？我真的心疼。アクアとアカネちゃんに注目してた。だからね、私も同じことすればいいのかって思った。恐怖片了吗？なんでそんな。ある人に言われたの。AD に優しくしろ。そいつは未来のディレクターだからって。もっともの話だなって思った。でもね、そんな悠長に待ってられないよ。私はすぐにでも。这一段 Ruby 声线的很多变化真的太巧妙了，谁懂啊？今回の企画は君のものらしいな。おかげで俺も首の皮。哦，就是他 cosplay 那个事情也是他想出来的。お礼をしてくれるっていうなら、漆原さんの企画で私をどんどん使ってください。落とすなら AD じゃなくて。他直接跳过助理了。お前は漆原 D を取り込むためにわざと番組を炎上させたってことか。偶然だよ。最初の企画先坑一下导演，然后再出来给他一个完美的计划，让他洗白，这样的话导演就会有人情欠于他。ちょうど燃やしそうな人がいたから紹介しただけ。メイヤさんって前から今回みたいなこと何度かやってるの。何かされたらそれを SNS にさらし上げてファンに攻撃させて。だから今回もやるだろうなって。所以他早就看中玛雅这一点了。違うよ。私口が軽い人嫌いだし。リークってうまく使えば世の中を良くできるかもしれないけど、そのほとんどが個人攻撃の手段で復讐に使ってる人ばっか。其实就是引发网暴啊，引导网暴。どっちもおかしいよ。ママも困ってたよね。たまたま街で会った同級生との写真アップされて勝手にできてることにされてさ。みんな一方的な情報を信じてひどいストーリーを作り上げてママを淫乱と。哦，这个镜头。だけ。運がいい。私やっぱり神様に愛されてるのかも。いいのか。それでいいのか。そうやって人を利用したりするのお前が一番嫌ってることだと思ってた。他人にも自分にも。所以阿快也一直想让这些事情让他自己去承受啊。お前が目指したアイドルはそんななのか。俺の真似をしたって言ったな。けどそのやり方の先にあるのは。ねえアクア、ママだって嘘つきだったじゃん。子供がいること隠してアイドルやってたじゃん。哇，这个眼睛，綺麗にまっすぐこの世界で売れるなんて。それに私こっち就有一种の方が向いてる更沉沦的感觉了呢。見てて。哦，走向了阴影，走向了黑暗，我天哪！被网拴住的这个星星哦，但是阿快感觉就是有点没招了呀。その言葉の通り、その後ルビーは这什么 BGM？ していくことになる。じゃあみなみ、私仕事行くね。気をつけてな。ライター、プロデューサー、タレントなど有識者9名が集い、
その年に最も活躍したアイドルを決める女性アイドルアワード。その中の新星賞を太漂亮獲得した。了。ビーコ町は十数年前に解散した伝説的グループのリブートユニットだ。となれば、熱烈的なファンの手により道半ばで命を落とした愛と重ねてみるものも多いだろう。しかし星野ルビーは愛を超えるのではないかという高すぎる期待に応えうるポテンシャルを持っている。彼女が注目されたきっかけは深掘れワンチャン。半年前のコスプレイヤー炎上の際に当番組を見たという人も多いのではないだろうか。ずば抜けたルックスと強烈なおバカキャラ。しかし小気味のいいトーク力やアドリブ力も持ち合わせており、業界内での評価も高い。加えて兄のアクアも新進気鋭の俳優。美男美女の双子として2人でゲスト出演する機会も増えてきた。ビーコ町は YouTuber グループとしても人気が高い。半年前は30万人だった登録者数も今や100万人を目前とするところまで伸びている。Mem 的这个手机壳。哦，不要质疑自己们。不用那么乐观也没关系的 ，Mam， 我真的很心疼。哦，这张也好美啊！我天呐。他也是忙碌起来了呢。哦，很不健康啊。調整から会議、営業、契約書回り、これから接待で局長と飲みよ。吉住君入れて本当によかったわ。あの子いなかったら。而且我记得社长以前就是想躺平，有点，现在也被迫。ルビーのマネージャーに転職した。テレビに熱意があるように見えた彼をどうやって口説き落としたのか、俺は知らない。这个助理已经被拿捏的死死的了。哦，女神大人。今の職業を辞められるほどに。できればルビーの現場には私が出たいんだけどね。いざという時に何かできるのはやっぱり近くにいる人だから。ちょっと目をつぶって休んだら、接待の時間になったら起こすからさ。うん、ありがとう。私はもともと現場の方が向いてたのよ。イチゴがいなくなって仕方なしに業務を引き継いで、こういう時に自力が出ちゃうわね。大手だったらメインの扱いで取れる仕事も私じゃひな壇が精一杯。大してコネも経験もないから舐められてるのよ。せっかくうちの事務所からスターが生まれそうだっていうのに不甲斐ないわ。但是真的不能如此过劳，容易猝死的。说真的。運がいいだけよ。是有背后高人指点，别钓鱼了。最近は客が多いな。どうやって調べた？ルビーが休日のたびに行き先も言わず消えるからな。こっそり後をつけた。ああ。また妙なシスコンに育ったもんだ。あんただろ、ルビーに入れ知恵してるのは。
それだけじゃない。勝手に仕事も取ってきてるだろ。瞬间就已经找愛が到他了。死んだ後、全部都さんに押し付けて消えたあんたを許す気はない。だけど、未練があるんじゃないのか。ドームの夢に。愛と立つはずだったあの場所に。所以只有社长不知道他在哪儿，所有人都知道他在这儿钓鱼，笑死。プロデュースしたいんじゃないのか。しねえよ。確かに俺はルビーの活動に協力してる。昔世話してやった連中とか、愛の件で同情してくる奴らから仕事もらったり、コネはそれなりにあるからな。だけど、それはあれだ。俺も宮古に対して申し訳ない気持ちもあるからやってることだ。要弥补就回去帮他呀。そんなに都さんのこと考えてるんだったら、イチゴプロに戻った方が手っ取り早くないか。裏でこそこそやるより。俺にはやることがある。宮古を巻き込むわけにはいかない。やること？お前ならわかるだろうよ。ぶっ殺すんだよ。愛をあんな目に合わせたやつを。一边钓鱼一边复あんた仇吗は単？なる愛が所属して。哦，想你了。对他来说像是女儿一般的存在吧。俺にとっては娘みたいなもんだったんだよ。そうか。わかるよ。俺が芸能の道を選んだのも同じ理由からだ。都想要复仇，都想去替爱讨回公道。愛のいた世界に入ることで答えに近づけると思った。でも結論から言う。愛を殺した男はもうこの世にいない。俺と遺伝子的に同じ父親を持つ人と会ったんだ。上原清十郎、すでに個人だ。だからもう俺たちの復讐は終わってるんだ。もうこんなことを続ける必要は。お前な、何言ってんだよ。その事件の天呐，阿夸也要重新黑化了。愛とドーム公演の打ち合わせをしてた時だ。上原清十郎が愛を殺した犯人？そんなわけねえだろ。上原が死んだのは引っ越しの前。死んだ人間がどうやって住所を知るんだ。阿夸吓死了，阿夸再也笑不出来了。遺伝子検査で。托卵の可能性は考えたのか？母親が夫とは別の男と子供を作った可能性は？上原夫妻の心中事件はそれを知って激怒した夫側が仕掛けたなんてシナリオもあるんじゃねえのか？そもそも犯人が父親だという確証は？事務所に住所を漏らした奴がいる可能性だ。阿夸本来都已经放弃思考，想躺平了，结果お前は子供の頃から賢い奴だった。ちゃんと考えればこの程度の結論たどり着く。选择性不聪明。なのに。それは勘違いだよ、イチゴさん。可是之前也有很多破绽，但是阿夸只是选择不去想。だよ。あるはずなんだよ。どこかに。違うだろ。違う。そんなはずがないんだ。远没有结束。そうだろ。だって。今の話は推測だ。とにかくお前はゆっくり休め。这已经无法撤回了，就算是推论，也永远种在阿夸的脑子里了。茜とちゃんと付き合うことにした。他是看到阿夸了吗？ここで下ろしてください。哦，他放不下阿夸。違う。そんなはずがない。もう全部終わったんだ。愛の敵は取れたはずなんだ。そうじゃなきゃ。
よかったね。また始められるよ。憎しみに駆られるだけでいい。愛を殺した男を今度こそ見つけ出して、この世で可能な限界まで苦しみを与えてやるんだよ。小恶魔、苦しむべきだった。大恶魔。愛を見殺しにした僕がのうのうと生きていていいはずがない。天呐，这是鲁迪的声音吗？罪なんだよ。違う。だって俺はやっと普通の幸せを。哇，ここしばらくの安息は夢のような。他无法逃离这个怪圈儿それでいい。よ。だって僕たちは何一つ終わらせていないんだから。復讐を、報いを、愛の受けた苦しみを、罰を、永遠に手遅れになったね。哦，别！别这样，别这样！哦，私嫌われるようなことした？哦，别这样，不能，我接受不了这样卑微。ごめん、悪魔。哦，别！追上他解释一下呀，我请问呢？但凡解释两句呢，我这是何意味啊？アクア君、今大丈夫だった？そうか。明日は日本映画賞の授賞式だったか。うん、何人もいる新人俳優賞の一人だけどね。レッドカーペットだよ。緊張しちゃうな。今の茜でも緊張することがあるんだな。そりゃもちろん。それで、よかったらその夜、会わない？打ち上げとかで深夜になっちゃうけど、晴れ舞台の衣装も結構。悪い。ちょっと今は人と会う気分。我想说，他们俩要不就都そうなんだ。他又重新重回了最开始的他，没有任何的这种感情的连接，就要专注复仇了。但是我真的很心疼帽子，也很心疼阿卡内。昔は今みたいに暗くなかったってルビーちゃんが言っていた。それはきっと愛さんが亡くなる前のこと。阿卡内还是太了解了，他太通透了。パニックになる。幼少期の傷はいつまでも残る。他啥都想得明白，很清晰。今はお母さんの復讐から解放されて、可愛少しずつ罪呀，好悪感可が薄れ愛て。いって、本来のアクア君になろうとしている。願わずにはいられない。このまま何も気づかずに、ずっと平穏な毎日を過ごせれば、きっとアクア君は。OP 的感觉吗？在那个红毯上，多くの作品で多彩な演技を見せてくれました。新人太美了，受賞おめでとう。太美丽了。よかった、本当に。私より泣いてる。哦，アクア君？这就是上一季结尾的。わあ、事務所からのお花大きい。こういう時くらいはね。ララライからのお花小さい。最近の劇団はどこも金がねえんだよ。白いバラ、どこの人だろララライの OB だ。今は事務所立ち上げてな。断るごとに花を送ってくれるんだ。う。いろんな人が就是刚刚那个人。感謝の気持ち忘れちゃダメだよ。もちろんです。いや、しかしあの茜がここまでトントン拍子に売れるとはな。金田一さんに鍛えてもらったおかげです。いやいや、この子ももともと実力はあったんです。でもこの業界、キャスティング権を持つ人間に覚えが良くなきゃメインの仕事はなかなか取れない。無理にでもテレビに引っ張っていった社長の采配が功を奏したんです。最初はどうなるかと思ったけどね、今勝ちに出てから表に出る時の顔つきが変わったんですよ。なんていうか、目力？普段はこんなふわふわした感じですけれど、カメラが向いた時の目がいいんですよ。時々出るんですよ。愛嘛目をしたやつってのは人を騙す
嘘を真実だと思わせる力、役者にとって最高の資質。哎，うちにも昔いたよ。どなた哦，さっきのバラをよこしたやつだ。当時はうちでも屈指の演技派だった。見てみたいです。映像ないんですか？稽古確認リストの奥の方にあるはずだ。阿卡内绝对能发现什么了。阿卡内现在就是最聪明的。全靠阿卡内啊！我说我。又回到了上一季的感觉呢，第一季的时候。哦，已经很明示了。阿卡内这些事情都记得这么清楚。実行可能な舞台を整えた人物。私の中にいる再現した愛の感情がざわめいていた。この男なら愛が相手の男を明かさなかった理由にも合点がいく。殺人に他人を利用したわけも。何より似ている。哦，这不就一模一样吗？谁看了都会觉得吧？但好美啊！啊，15岁。不得不说，这集真的是值得反复观看吧。很多地方的处理，包括就是细到他们的这个表情的刻画，都是非常细节的。但是看完也真的不得不感叹，这个娱乐圈是真的乱啊，就很难想象能进得了这种乌烟瘴气之地的人还能全身而退。尤其是开头那一段，阿胯和露比真的是有一种恐怖片的既视感吧。但是我又非常喜欢，就是露比她那种就是又带着一种好像很天真孩子气、一种撒娇的感觉在跟阿胯说话，同时呢脸上又带着一丝苦笑。一方面仿佛他以自己做的事情引以为傲，另一方面呢又在不断的指责阿胯也其实在做相同的事情，他们俩都无法独善其身。但是内核呢，其实他们兄妹俩还是很惨的。他们无一不是都被困在这样子的复仇局中吧？他们双方都没法真的能过上自己想要的那种生活。也正像卢比所说的吧，就是他其实就是非常好的利用到了每一个人，他对他们每个人都进行了一个调查，从而去完成他的目的。他跟阿胯这个身份也一下就转变过来了。卢比现在是完全的主角吧？他以为阿胯为什么会露出这样子的表情？难道他也不是在做相同的事情吗？但是其实阿胯他就是想让卢比他去远离这些复仇的事情。卢比现在展现出来的一切这种精明、心机、算计，在阿胯这里其实就相当于他之前做的努力就白费了的感觉吧。阿胯他自己也是没少利用人吧，就像阿卡内绝对也是有被他利用到，宁愿自己这样子去利用，去做出一些不好的事情，但是去守护卢比的天真。接下来这一幕，露比的这个眼睛的一个特写，然后不断的这样推进，仿佛已经就是观众也掉入了他眼神的这种深渊之中。我太喜欢这个镜头了。露比也是非常通透的，直接就是挑明了，咱们的妈妈也在撒谎，在这个圈子里面就不可能有人能光明磊落的去做所有的事情，其实大家都是个共沉沦的这么一个状态吧。最终露比也是自己独自走到了这个黑暗之中，而阿胯就像他最后就像这个钢丝上的被缠住的星星一样，已经被困在滞留在原地了。他已经不知何去何从，毕竟他很多努力已经白费了吧。结果这一集又给他扔出一个重磅炸弹，也就
就是钓鱼佬所说的，阿夸一直以为自己的复仇计划已结束，然而并没有结束。这一切都把阿夸又重新拽入到他这个复仇的泥潭之中吧，他根本就出不来。然后也像他小时候的自己和前一世的自己在不断的反复的就是跟自己诉说要去继续这个复仇大业。我觉得就是阿夸在雨中确实也坏掉了吧。但是这里就不得不说，帽子在这里出现到底是何意味？就感觉就是为了强行让他们俩之间有这种剧烈的矛盾冲突而做的这一幕吧。阿丽玛就是一定要过去，然后阿夸一定要这样子把他重重的推倒在地，然后呢两个人就是没有任何别的交流，就这样子相继离开，真的是何意味啊？但是怎么说呢？我觉得就是阿丽玛现在如果真的能因为这一推看清了他跟阿夸之间的关系，会不会是一件好事儿呢？虽然这确实对他打击很大吧，就是他那个表情很美味，但是我看得很心疼。虽然这不管是漫画还是动画里面都一直明里暗里有说明，就是阿夸和帽子之间的这种情愫，尤其是阿夸对于阿丽玛，他其实是有一些就是那种保护啊或者怎样的情愫在的，但实际上阿丽玛真的就没有得到过任何实质性的东西。而在这个时间节点阿夸他又要重新返回他的这个复仇的计划中了，他又要切断这个儿女情长，他又是这重推这个阿丽玛，然后又是不去参与他看内的这个颁奖典礼，这就又回到了第一季的那种感觉吧。其实我还是很喜欢他那种脑内就是自己跟曾经的自己和小时候的自己就是不断的对话，被反复的质问，被说自己现在幸福的生活就是南柯一梦，这种紧张感最后又落脚到这种爱的这个死去的样子，我觉得还是做得非常好的。到最后就感觉不管是阿卡内还是钓鱼佬好像都比还是露比好像都比阿夸要聪明很多呢。但是这一点确实吧，就大家都能推断出其中的一些破绽。阿夸他之所以没那么聪明，或者说选择性不聪明的地方，一部分原因肯定还是因为他其实心底里是想要去有一个更自在的生活的，所以他找到上一个凶手之后马上就是松了一口气，他也没有去多想这其中的这个疑点吧，就马上就放下了。那这期视频到此结束，我们下期再见了，拜拜。